2020年、2021年、皆様はこのコロナ禍の中でどのように過ごされてきましたでしょうか。インドへの投資を考えられてきた皆様も、プロジェクトが中断せざるを得ない状況や、あるいはインド駐在から戻られた方もたくさんいらっしゃるかと思います。今、ようやくワクチンの接種も進み、世界も日本もインドも日常を取り戻すような、感じがいたします。で、このポストコロナ時代に激変するインドへのビジネスチャンスについて、今日はインド直居会計士の2人の視点からお話しさせていこうと思います。それでは本日の講師を紹介させていただきます。まずはインド・デリーから参加のニーラジバガット直居会計士事務所新 CEO に就任したルチカ・バガットを紹介いたします。今年5月に弊社のインド側の代表であったニーラジバガット直居会計士が新型コロナウイルスに残念ながら逝去いたしました。日本とインドの友好関係を作りたいと強く願っていたニーラジバガットの志を受け継ぎ、現在はこのルチカバガットが力強く事務所を牽引してくれています。次に、ニーラジバガット直居会計士事務所、ムンバイ事務所の所長の、リテッシュカプール直居会計士です。リテッシュは、本日、ムンバイからの中継となります。それでは、東京からはですね、インド進出コンサルタントの、川根智さんと、私、伊藤健二の方が日本語の解説及び司会を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。セミナーはですね、約1時間で、約16時まで。で、その後、約30分ですね、16時半まで質疑応答の時間とさせていただきたいと思います。質疑と応答は、セミナーの内容のご質問だけではなくて、インドビジネスや経済のこと、何でも構いません。チャットの方にもですね、ご自由にご意見等、記入していただければと思います。また、事前にですね、いくつか質問をいただいておりまして、そちらの方でもですね、セミナーの中で回答させていただきたいと思います。それでは、1時間よろしくお願いいたします。では、リテッシュに、マイクを移します。はい、リテッシュ、can you please start your presentation? Thank you, Kenji-san. Good afternoon, everyone. COVID has thrown a lot of challenges to businesses across the globe. And to meet these challenges, businesses, they have to react in a very agile and decisive ways. Now, as we move to the next phase, it is time for businesses to seek out and seize the new emerging opportunities. In this presentation, we will be highlighting India's current economic and business scenario, future projections, and why India is a preferred investment choice for investors. Thank you. コロナのために、世界中のビジネスに多くの課題が投げかけられている現在です。そしてパンデミックがもたらされた課題に、対応するべく世界中の企業は、即座に対応策を決めないといけないという状況なんですけれども、この今次の段階に移行する今こそ会社としてはですね、新たに出現する機会を探し、そして掴み取る機会がある、そしてその必要があると思います。COVID-19 以降のこの回復期に現れるチャンス、これをより効果的に活用し、そして確実で安定した状況が戻ってきたときにまた成長を続けることができるように、そのような形で、本プレゼンテーションではインドの経済、ビジネスシナリオ、そしてなぜインドが今投資家に選ばれているのか、このことについて紹介させていただきます。We will be covering the following topics. First, we will be knowing why India, then FDI inflow during the last couple of years. We'll see the recovery curve post-COVID of the GDP and economy, the various government policies promoting ease of doing business, M&A opportunities, the changing work environment and its benefits, and future growth projections for Indian economy. Thank you. そして本日の課題なんですけれども、以下7点についてお話しさせていただきたいと思います。まず1つ目、なぜインドなのか。そして2つ目、ここ2、3年の FDI の流入額、GDP、そして経済の回復曲線について。
そして3番目、GDP と経済の回復曲線について。そして4番目、ビジネスのしやすさと FDI を促進する政府の政策について。そして5番目、ポストコロナ時代の M&A のチャンスについて。そして6番目、労働環境の変化ですね。在宅勤務、そしてそのメリットについて。そして7番目、インド経済の今後の成長予測についてお話しさせていただきます。Answering the question why India, the 4 key factors that influence the decision of doing business in India. The first one being India is one of the largest fast-growing economy. It has the largest young population in the world. The focus and commitment of Indian government towards development of infrastructure and ease of doing business increasing rapidly and giving the global competitive edge to India. Let us discuss some of them in detail in further slides. Thank you. インドでですね、ビジネスをする際に、まず考えなければいけないこと、意思決定のために影響を与える、主な要因としていくつか挙げてみたいと思います。まず、インドですね。インドは世界で最も急速に成長している大規模経済国の一つであります。そして2番目、世界最大の若年人口を抱えている。そういうメリットがあります。そして3番目、インフラ整備において、インド政府がですね、非常に力を入れており、かなりのコミットメントを示していること。そして4番目、ビジネスのしやすさ、この段階がですね、かなり向上している。そういった現在のインドに国際的な競争力がますます増えてきているということ。そのうちのいくつかについて、さらに以下スライドで詳しく説明させていただきたいと思います。What we see, India is marching towards a 5 trillion economy, and the government is aiming to achieve that goal by 2025. Currently, India is the 6th largest economy of the world in terms of GDP. And the government, central and state, and the industry, we all are working hand in hand towards the PM Modi's 5 trillion vision of 2025. Thank you. ですね、インドなんですけれども、2025年までに5兆米ドルの経済規模を達成する可能性があるというふうに見られております。現在はですね、GDP ベースで世界第6位の経済大国なんですけれども、この専門家たちはですね、モディ首相の2019年の5兆ドルビジョンに向けたステップとして、いろいろなワクチン接種、そして、農業改革、労働改革などの改革が分野として挙げられています。そしてですね、今年度の経済成長率は 8.3% と予測されております。India has been long touted as the next big economic growth story after China. And one of the primary reasons for that has been its young population. The hope has remained that as the young Indian population enters the workforce, it means higher disposable income and more consumption, and thus leading to a higher economic growth, which is called demographic dividend. Now, if we see the graph on the right-hand side, there is a comparison between India's population and Japanese population. It can be seen that India has a large population of young people aged between 5 to 39 years, whereas Japan has a large population dominated by elderly people aged between 40 to 79 years. As on 2018, as per a survey, the average age in India was 27 years, while in Japan, the average age was 47 years. Now, it is believed when the young workforce enters the Indian economy, it gives businesses access to people that are young, educated, and physically fit, and it drives down the labor cost. Already, the manufacturing labor cost as compared to China is 4 times less in India. For example, in China, the average labor cost is $3.52 an hour, whereas in India, it costs merely 92 cents an hour. The demographic dividend opportunity in India is one of the longest in the world. It is believed to be there for 5 decades, starting from 2005 to 2055. Thank you. ですね、インドなんですけれども、中国に次いで、経済成長の柱として期待されてきました。その理由の一つなんですけれども、インドのこの若い人口ですね、それにあります。
そしてインドの若い人口がこの生産年齢に入ることによって、経済成長率が向上すること、つまり人口ボーナス、人口学でいう人口ボーナスですね、それが期待されてきたわけです。そしてインドとこの日本の人口グラフをご覧になっていただきたいんですけれども、そういたしますと、インドでは若い人口が多い、特に5歳から39歳ですね。そして日本の場合には高齢者、40歳以降、79歳までがとにかく多くなっています。このように、インドの平均年齢は27歳なんですけれども、日本の、平均年齢は47歳。とこういった形で、これは2018年までのデータなんですけれども、こういったトレンドを活用するべきではないかというふうなことを強調したいと思います。で、人口が若いということは、働く人の数が多いということになりますね。で、そして、これが人件費の削減につながる。なぜかというと、企業の側としてはですね、若く、教育を受け、体力がある人々を活用することができる。そういう土台があるからです。ボストンコンサルティンググループの分析によりますと、インドの人件費平均時給と中国の人件費平均時給を製造業で比較いたしますと、4分の1だという結果になっています。As India is transitioning from an agrarian economy to service and manufacturing sector economy, it gives boost to urbanization and hence creating a need for robust infrastructure. To fulfill this need, government has come up with a national infrastructure pipeline, which unveils infrastructure projects across various states, which will receive the expected funding of US $1.4 trillion over the next 5 years through public-private participation model. Investments will mainly be used in development of roads, urban and rural housing, railways, and irrigation projects. Thank you. インドでは農業経済からサービス業経済へと移行しているわけですけれども、これに伴い都市化が進んでおります。で、強固なインフラがますますこれから必要になります。で、この必要性を満たすために、政府としては国家インフラパイプラインとしてNIP というプログラムを発表いたしました。このパイプラインでは今後5年間で14億米ドルの資金提供を受ける、そういった予定になっているいろいろな州のですね、インフラプロジェクト、それを官民参加モデルで紹介したいということになっています。そして投資としては主に道路、都市、住宅、鉄道、電力、在来線、非在来線、灌漑プロジェクトなど、そういった開発に使用されます。Now, an interesting thing to note here that in spite of COVID, India has attracted the highest ever total FDI inflow of $81.72 billion during financial year 2021, and it is 10% higher as compared to the last financial year of 2019-20. There has been a massive record of FDI from USA of 227% as compared to the previous year, and a 44% increase recorded in FDI from UK over the previous year. Thank you. それでですね、インドではですね、コロナにもかかわらず、非常に大きな、過去最高となるFDI を誘致しているということで、特に2020年から21年度に817.2億米ドル、それに当たる FDI を誘致。そして、それはですね、2019年、20年度に比較いたしまして、743.9億米ドルに比較いたしまして、10% も増加しているということです。それに加えまして、2020年、21年会計年度のアメリカおよびイギリスからの FDI 資本流入額なんですけれども、2019年、20年会計年度と比較いたしまして、それぞれアメリカの場合には227%、そしてイギリスの場合には 44% 増加しています。Though it has been a bit too early to predict the nature of recovery path, but definitely the recovery is seen uneven across different sectors and industries. The early signs indicate a K-shaped recovery. Now, following a recession, K-shaped recovery happens when different sectors of the economy recover at different rates. The sectors such as travel, hospitality, entertainment, cyclical businesses, and small businesses are the sectors which are worst affected.
whereas sectors such as technology, retail, software services are the ones which have shown fast recovery. Thank you. これからどういった回復をするのかということですけれども、その道筋を明確に言うことはまず難しいんですが、この GDP と経済の回復曲線について見解を述べさせていただきますと、セクターや産業によってムラがあることは確かなんですけれども、統計としてもその可能性が確認されています。そして具体的にはですね、旅行、ホスピタリティ、エンターテインメント、サイクリカル、エアラインとか、コンストラクション、オートメーカー、そういったものですけれども、その他中小企業などが最も影響を受けて、まだ完全には回復していない状態です。それが掲示になっているその下に行く方ですね。ただし、それに比較してですね、テクノロジー、小売、ソフトウェアサービスなどのセクターが急速に伸びていると、そこに注目するべきではないかと思います。If we see the projected growth in GDP for the current year and 2022, IMF has projected that India will grow at a rate of 8.5%, which is the fastest in the world during that year. And based on that, the projections, the India will regain its position to being the 5th largest economy by year 2025. Thank you. はい。そうですね。この2025年までにこの GDP の成長率はどうなるのかということなんですけれども、IMF としてはですね、インドは第5位の世界大国の地位を再び取り戻すであろうというふうに見ています。そして2022年のインドの経済成長率ですが、タイムズ・オブ・インディアの記事では 8.5% と予測されております。で、これはこの年の中では最も速いスピードで回復するであろうと見られています。さらにこの右の表ですね。それでは2035年なんですけれども、インドが日本を抜いて3位になるというふうにも見られています。はい。Now, the success of the measures undertaken by the government of India since 2014 is reflected in the jump in the rank of ease of doing business for India. It has improved from 142nd position to 63rd position in 2019. The government is working on various areas to simplify the process and faster and digitalize. Some of the sectors being resolving insolvency issue by introducing insolvency code, dealing with construction permits, which used to be a hassle before. Now government is making every process digitalized and online. Even the cross-border trades, a lot of digitalization has happened for importers and exporters. And to enforce contracts, new tribunals and commercial courts are being set in New Delhi and Mumbai. Thank you. ちょっとここ表が2つ入っているんですけれども、グラフとコメントですね。で、その、インド政府がですね、2014年から実施した政策っていうものが、具体的にビジネスのやりやすさ、世界銀行が出している Ease of Doing Business ランキングというものの急激な上昇率に、反映されているということです。まずその最初ですね、2005年の段階では116位、そしてまた一度、142位になっていますが、2019年には63位まで上がっています。で、具体的にはですね、このデジタライズ化、あるいはそのソルベンシーですね、倒産解決法、2016年の倒産、破産法ですね。で、これによって、倒産解決に新たな局面がもたらされ、これが包括的な法律になったということが、画期的なことかと思います。で、その他にですね、いろいろなその、建築の許可でありますとか、さまざまな交易ですね、そういったものがデジタル化されたこと、そしてビジネスを始めるときのその手続き、そういったものがかなりやりやすくなっているということが挙げられるかと思います。それについてはまた後ほど詳しくお伝えいたします。To promote Make in India campaign, the government has come up with a massive program with an outlay of 1.97 lakh Indian crore rupees for production-linked incentive schemes across 13 different sectors, which has been announced. It incentivizes the manufacturers in India on an average rate of 5% on the incremental sales of specific goods manufactured in India.
And the benefits under this scheme can be availed by the existing manufacturers as well as the new manufacturing units, subject to other eligibility criteria. Incentives will be based on incremental sales, subject to minimum cumulative investment requirement. With PLI scheme, government encourages local companies to expand their existing units and invites foreign companies to set up new units in India. Thank you. そしてですね、ここでPLI スキーム、プロダクションリンクドインセンティブスキームというものについてご説明したいと思いますが、これは13の主要分野における生産連動型インセンティブスキームというものでありまして、1.9 億インドルピーの予算を持っているということが発表されています。この PLI スキームなんですけれども、インド国内で製造された特定の商品の売上増に対しまして、インド国内の製造業者に対して平均 5% のインセンティブを与える。それが主眼です。そしてこの制度において、電子機器に関する国家政策、NPE と言いますけれども、その一環として電子機器メーカーに 4% から 6% のインセンティブを与えるために導入されています。そしてこの特典としてですね、既存の製造業者だけではなく、他の適格基準を満たす新規製造ユニットに対しても、適用することができます。で、PLI スキームによる、インセンティブなんですけれども、最低累計投資額、それを条件に売上高の増加に応じて付与されます。PLI スキームなんですが、国内企業に対しては既存ユニットの拡張、そして海外企業に対してはインドにおける新規ユニットの設立、それを奨励いたします。そして PLI スキームでは雇用を増やし、インドが他の国からの輸入に頼ることを減らす、それが目的になっています。If we see the sector-wise FDI inflow, in the first 9 months of this financial year itself, we have seen a 4-fold jump in investments in computer software and hardware sectors, despite the pandemic and subsequent nationwide lockdown, putting an almost 2-month-long brake on manufacturing. The FDI in this sector has jumped to $24.3 billion over the period from just $7.6 billion in financial year 20. Other sectors like construction activity, infrastructure, rubber goods, retail trading, drugs and pharmaceuticals, and electrical equipment, they have registered more than 100% jump in equity during financial year 21 as compared to the previous year. Thank you. そうですね、パンデミックとそれに伴う全国的な金融規制というものがあったんですけれども、それによって、製造業がおよそ2ヶ月間にわたって停止してしまいました。それにもかかわらず、この会計年度の最初の9ヶ月間で、コンピューターのソフトウェアおよびハードウェア分野への投資、これが4倍に急増いたしました。この分野への FDI は2020年度にはわずか76億ドルだったんですけれども、この期間に243億ドルへと急増しています。そして建設業、コンピューター、ソフトウェア、ハードウェア、ゴム製品、小売業、医薬品、製薬業、電気機器など、こういった会計年度21年ですね。2021年の株式は前年度に比べて 100% 以上の伸びを示しています。India has emerged as the third largest startup ecosystem after USA and China. In the Global Innovation Index 2020, India's rank improved from 81st position to 48th position. 3 Indian cities, Bengaluru, Delhi, and Mumbai, are the 3 among top 20 global cities for startup. Strong government policies to encourage entrepreneurship and innovation, significant funding from private venture capital and private equity firms, increase in the number of startup accelerators and co-working spaces are few factors which enabled India's startup growth. Thank you. はい。インドなんですけれども、アメリカと、中国に次ぎまして、第3のスタートアップエコシステムとして急速に浮上しています。インドの順位なんですけれども、このグローバルイノベーションインデックス
2020年ですね。それでは81位から48位に上がっています。ベンガルール、デリー、ムンバイ、この3都市なんですが、スタートアップ企業にとって、世界のトップ20都市の中で、インドの3都市として挙げられています。起業家精神とこの、イノベーションを奨励する政府の力強い政策ですね。その他の民間のベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ企業からの多額の資金提供、スタートアップのアクセラレーターや、共同作業スペースの増加、こういったものがインドのスタートアップの成長を可能にした要因だというふうに考えています。Unicorn statuses, they have multiplied at a breakneck speed in India, with several new age startups reaching $1 billion valuations within just 2.4 years of being founded. 197 Communications, the makers of e-commerce platform Paytm Mall, remained the most valued startup in India with a valuation of 16 billion as on April 2021, followed by Byju's, educational startup, and Oyo, an hospitality startup. Over the last year itself, if we see, India has added around 3 unicorns on every month basis. Thank you. それでですね、インドのユニコーンについてなんですけれども、とにかく猛烈な勢いですごく増えていると。そしてこれから新時代のスタートアップ企業がどんどん出てくるだろうということなんですが、設立からですね、わずか 2.4 年で、目指す評価額10億ドルに達しているということが業界のレポートで明らかになっています。電子商取引プラットフォーム、Paytm モールというのは、皆さんもお聞きになった方いらっしゃるかと思うんですが、このメーカーである197 Communications という会社があるんですが、ここですね、これは2021年の4月の時点で160億ドルの評価価値があるとして、今年の春もインドで最も価値があるスタートアップとして選ばれています。それに次ぐのは、オンライン教育で有名になっているビジュというスタートアップ。で、その3番目ですね。次にはオヨ。これは宿泊施設を扱っているスタートアップなんですが、この会社に皆さん注目していらっしゃいます。このようにこの1年間でインドでは毎月約3社ユニコーンが誕生しているという驚異的な現象が起きているわけです。The total investments from Japan till date has reached over $9 billion this year, led by large ticket size deals from investors like SoftBank. Japanese investment in the Indian IT and startup ecosystem has grown 4 times since 2016. With China gradually losing its sheen as Asia's preferred investment destination, India, with an estimated 850 million internet users, has emerged as a bright spot for SoftBank. As per SoftBank's chief executive, Mr. Rajiv Meena, they have invested $3 billion in Indian companies this year and can invest $5 to $10 billion next year. Now, if we see the total investments of SoftBank, they have an unrealized gain till date of around $7 billion. Thank you. ですね、これまで日本からこういったスタートアップに対する投資なんですけれども、大体90億ドル以上、92億ドルに達しているということで、ソフトバンクなどの投資家による大口取引が中心になっています。そしてインドの IT およびスタートアップエコシステムに対する日本の投資なんですけれども、2016年から4倍に増えています。その結果、非常に多い10万人以上に及ぶ雇用の創出に貢献しております。そしてテクノロジー、IT 分野、そういった分野における、総雇用創出数なんですけれども、大体2023年までに360万人以上に達するであろうと、ナスコムのデータで出ています。こういった形でですね、中国がこれからはアジアの投資先として、日本にとって魅力を失いつつある中、インターネットユーザー数が8億5000万人、すごい数ですよね。
と推定されるインドはソフトバンクにとって非常に明るい将来をもたらすのではないかというふうに見られています。ソフトバンクにとってはですね、こういった IPO の大当たりというのが期待できるだけではなく、公開市場が活況を呈することによって非公開の投資先の評価額が上がるというメリットも期待できます。オンラインというものなんですけれども、オンラインで、そういう資金調達をしたり、金融会社として機能しているオフビジネスの評価額なんですが、ビジョンファンド2が投資した7月の15億ドルから10月には30億ドルへと倍増したという情報もあります。このような形でソフトバンクの最高経営責任者であるラジーブ・ミナスさんという方によりますと、これからですね、今年はこのインド企業に30億ドルを投資する。そして来年は50億ドルから100億ドルを投資する予定だというふうなことです。はい。Despite the economic devastation caused by the virus, India's agile response has been commendable. India was the first country to have the largest lockdown, as very limited information was available at that time. The Indian governments, they quickly swung into action to ensure that as many people as possible are vaccinated. Over 1 billion doses of vaccine have already been administered in India. Let us see the impact of COVID on work culture, business sentiment, stock markets, and other opportunities in M&A spaces. Thank you. はい、この新型コロナ感染蔓延によって、経済的に非常に打撃を受けたわけですけれども、インドとしてはですね、かなりできるだけ早く対応するということで、それは一定の評価はできるんではないかと思います。特にこの2021年初頭に発生した、第2波ですね。第2波を管理するべく、国中でいろいろな行政機関なり医療機関なりが結集して対策を取ったということが挙げられると思います。この時はですね、情報そのものが非常に限られていたために、インドではなんていうんですかね、非常に厳しいロックダウンを行ったことがかなり大きく報道されておりました。そのようにそういった厳しいロックダウンを行う最初の国の一つとして皆さんの記憶の中にあるかと思います。インド政府としてはできるだけ多くの人たちがワクチン接種をできるようにすぐに行動を開始しておりまして、すでに10億回分のワクチンが投与されております。コロナですね。コロナはこの企業文化、経営共感、株式市場、M&A スペース、そういったものの機会にあたる影響というものをこれから見ていきたいと思います。Because of the lockdown, the work from home became the new norm. And it gave people the chance to work and spend time with their families, introspect, learn new things, pursue hobbies, and learn new skills, rather than spending that usually time spent on commuting. Home working opened up new range of possibilities by the way businesses can work and structure themselves. It gave the employers the flexibility they needed to continue the businesses. Now, out of 10 people, 7 people in India, they said that their productivity has remained same or has improved due to work from home. And even the companies like the big IT giant TCS, they claim that they have 25% more productivity due to work from home atmosphere. And they still continue to have work from home with 75% of the staff is still not coming to office. Now, this comes as a good opportunity for foreign companies who are setting up business in India. It gives them more flexibility and lesser overhead cost to initial set up the business. Thank you. はい、ここでですね、在宅勤務、そしてその効用というか、そういうものに注目していきたいと思うんですが、在宅勤務、インドの在宅勤務では、企業の働き方、組織の在り方といったものに、改めて新しい可能性をもたらすものではないかというふうに私たちは考えています。コロナウイルスですね、このパンデミックの発生によって、雇用者の中には公衆衛生上の責任の一環として、スタッフ、そしてお客様の健康、そして福祉を優先するために、事業をその中で継続するためにですね、柔軟に対応するということで在宅勤務を開始しています。でこのインドの会社の従業員なんですけれども、10人に7人がこの
生産性はですね、在宅勤務になってからも変わらない。あるいは、逆に言えば、もっと生産性が上がったと感じているというふうに報道されています。これは民間の保険会社の調査によるものなんですが。はい。そしてTCS ですね。タタコンサルテンシーサービスによりますと、在宅勤務によって生産性が 25% 向上。そして 75% のスタッフが事務所にオフィスに来る必要はないというふうに述べているそうです。こういった環境なんですけれども、日本の中小企業の方々にとりましては、初期費用ですね。初期費用を抑えることができ、より柔軟にインドでビジネスを展開する可能性がある。そういう良い機会ではないかと思います。はい。The business sentiment in India is at a 2-year high, with NCAR's Business Confidence Index jumping 89% in Q2 as compared to Q1. It is compared with regard to the increase in production, domestic sales, exports, new orders, import of raw materials, and pre-tax profits. Now, apart from sentiments, even the government has reported the increase in taxes collection, both in terms of direct taxes as well as indirect taxes, which shows the increase in production and sales. Thank you. この新型コロナの感染第2波が弱くなってきて、そして第2四半期の、そうですね、ビジネス環境における、その景況感ですか、それは2年ぶりに高水準に上がっていると言えます。で、こういったものがですね、NCAR 生産、国内販売、輸出、新規受注、原材料の輸入、税引き前の利益、そういったものについて、第2四半期の景況感、だんだん改善されてきているというふうに見られています。これに応じてですね、財政措置、政府による財政措置、そして国内需要が急増していること、企業活動が持続的に改善されていること、こういった状況において、インドの経済成長は、これからどんどん急上昇するのではないかというふうに見込まれています。実際にはこれは感情という、面で気分的なというだけではなく、政府の、税収の記録でもかなりの増加を示していること、直接税、間接税の税収額が増えているということを示していると思います。はい。COVID has definitely changed the consumer behaviors in India. If you see the report, the maximum number of consumers they have tried online. As per a survey, 82% of the respondents they shopped online at least once a month in past 6 months, and nearly 1 in 4 made online purchases several times a week or more often. Now, with rapid increase in mobile phone connections, internet, and increasing young generation, the experts believe online shopping to be the next big thing in India. Thank you. そこでですね、消費者マインドはどうなのかということを見ていきたいと思うんですが、このオンラインビジネスですね、それがかなり急成長している分野の一つとして、インドでは注目されるべきだと思います。世界経済がもう事象に対する対応する局面からだんだん回復する局面へと移行しているわけなんですけれども、この中でですね、この消費心理に乗ってインドがどんどん正常な状態に戻っているということが言えます。回答者の82% ですね、ここにある、質問ですね、Customers who have tried new shopping behaviors、新しい購買形態というか購買傾向についての質問事項に対する、回答なんですけれども、インドの場合にはですね、回答者の 82% が過去6ヶ月間に月に1回以上をオンラインで買い物をしている。そして4人に1人近くが週に数回、あるいはそれ以上の頻度でオンラインで買い物をしているということが分かったそうです。でこういった形で、携帯電話もかなり急速に普及しておりますし、若い世代も増えているということで、専門家の話ではオンラインショッピングがこのインドの次の大きなトレンドになるというふうに考えられています。The festival of Diwali is one of the biggest festivals in India. It is celebrated as a symbol of happiness and prosperity. People clean their homes, decorate their corner with lights, lamps, rangoli, and candles. This year, Diwali has been even more special
with the bumper Diwali sales breaking previous 10 years record. This year, the shoppers across the country have sold goods worth 1.25 trillion Indian rupees, helping retailers log decade-high sales, which shows a sign of resilient demand in India. Thank you. ですね、この家族の幸せと繁栄の象徴であると言われるこのディワリのお祭りですね。このディワリ、ヒンドゥー暦の新年にあたるんですけれども、これがインド最大のお祭りであり、全国各地で祝われるということで、非常に皆さん消費者の動きが気になるところかと思うんですが、このお祭りですね、今年のディワリは、新型コロナ感染の波が収まった中で、非常に特別な動きを見せました。なぜかと言いますと、今回のですね、バンパーディワリセールス、ディワリ大売り出しみたいな感じですけれども、ここで、過去10年間のうちに最高の売上記録を更新したということが注目されているからです。で、今年のディワリでは全国の買い物客が1兆2500億ルピーの商品を購入したそうです。これは小売業者の売上高ですね。これと比較してみますと、こちらの方でも10年ぶりの高水準となっている。こういった形でインド国内の消費者の方々の需要、こういったものがかなりこういったパンデミックに左右されることなく、根強くある。そしてこれからもどんどん伸びていく傾向にあるという明るい兆しを見せる情報ではないかというふうに見ております。By and large, based on various studies, it can be inferred that stock market development have a positive influence on the economic growth. Nifty India Index outperformed its global peers as it gained 22%. As compared to year on year from the previous year, which is the highest in the segment. The benchmark index Sensex has gained about 20% in just last 8 months. On August 31, 2021, the total market capitalization of BSE listed companies have crossed rupees 250 lakh crore for the first time in history. Thank you. ここでですね、インドが世界の経済指標において他の国よりも上回った数字を出しているという明るい情報なんですけれども、まずそのフランスの CAC40 というところがですね、21.75%、アメリカのナスダックでは、19% 近く上昇。で、ニフティでは今年は初めてですね、22% 上昇。こういった形で世界にある他の同業他社を凌駕しているという事実があります。またベンチマーク指数であるセンセックスなんですけれども、ここ8ヶ月間だけで約 20%、9500ポイント上昇しています。で、2021年の8月31日、ボンベイストックエクスチェンジの上場企業の時価総額は初めて250億ルピーを超えています。The real estate sector in India is expected to reach a market size of $1 trillion by 2030 from the existing $120 billion. It's about to contribute 13% of the country's GDP by 2025. According to a recent report by Coilers India, a private equity investments in Indian real estate, it reached $2.9 billion, which is more than 2 times increase from the first half of 2020. Thank you. このインドの不動産部門なんですけれども、不動産セクターでは、2017年2200億米ドルだった市場規模が、この2030年には1兆米ドルに達する。そして2025年には、同国の GDP の 13% を占めるようになると予測されています。そしてですね、この、コリアーズ・インディアという、最近そこで、発表されたレポートによりますと、このインドの不動産に対するプライベートエクイティの投資額は、2021年の上半期に20億米ドルに達し、そして2020年上半期には2倍以上に増加するというふうに見られています。Amid the ongoing pandemic challenges, the corporate mergers and acquisitions have undergone a phenomenal change, which has opened floodgates of purposeful deals.
For example, Facebook, it acquired approximately 10% in Reliance Jio, India's largest mobile network, for $5.7 billion US. Meanwhile, Google acquired 7.77% stake in Reliance Jio for $4.5 billion US. India's growing attractiveness as a de-risking hub in the light of China's COVID-led isolation are evident factors for increase in M&A space. Many government directives have had a resounding effect. The green signal to telemedicine and doorstep drug delivery have opened avenues for healthcare in a big way. As the Indian M&A areas look to make a recovery, the sale of distressed assets are likely to increase. The new budget also signals government's intent to continue disinvestment in public sector companies. Thank you. そしてですね、インドの M&A 市場についてなんですけれども、このパンデミックという、大きな課題があるわけですが、その中で驚異的に伸びている。そして目的に応じた取引がどんどん進んでいるということが挙げられます。Facebook なんですけれども、このインド最大の携帯電話ネットワークであるリライアンスジオ、この株式の約 10% を57億ドルで取得いたしました。また、Google では45億ドルで、リライアンスジオの 7.7% の株式を取得しております。でこういった形でですね、国内でどんどん影響を受けた分野の統合をする必要が出てくるということもありますが、とにかく資金力があるインドのプレイヤー、こういった方たちがアウトバウンドの投資の機会が増えているということもありまして、中国を孤立化させるということもありながら、インドができるだけ中国に投資をするよりもこちらという形で、この投資ハブとしての魅力を増している。そういったことが、インドの M&A の、市場の、前向きというか、力強い回復の原因になっているのかなというふうに思います。そして政府の方でもですね、遠隔医療や医療品の訪問販売などをOK しているということもあり、こういった医療面での新しい伸びも出てきています。で、2020年の第1四半期の大半なんですが、結構安定した状態だったんですけれども、このパンデミックの影響で、もうディストレッチセールといいますが、もう売ってしまえみたいな形でアセットを売ってしまう方たちもかなりいました。ただし、この新予算ではですね、インド政府が、公共部門の企業への投資を継続する、そういった意向を示しています。このようなことによって高額な、ワクチン接種プログラム、そして政府の支援策といったものを、背景に、これからも投資の見通しがどんどん良くなっていくのではないかというふうに思われます。Just to share certain recent developments, Samsung, the world's largest electronic manufacturing company, they have shifted their display manufacturing unit in India from China. This being considered as a big boost to Make in India initiative. Important thing to see is Samsung already had the world's largest mobile manufacturing company in Noida earlier also. The shift of another plant, it showcases their confidence and success in the Indian market. Thank you. サムソンなんですけれども、サムソンではこのディスプレイ生産拠点を中国からインドのノイダにシフトしているということで、これはメイクインインディアというインド政府の国内生産を奨励する動きにかなりプッシュをする、大きな投資をするのではないかというふうに見られています。そしてすでにノイダにですね、世界最大の携帯電話製造工場を持っている会社なんですけれども、この今回の工場移転というものは、インド市場に対してサムソンがどれだけ信頼を置いているかということの証ではないかと思います。Also recently, 7-Eleven, the US unit of Japan's 7-Eleven, 7&I Holdings, they have partnered with Reliance Industries and opened their first 7-Eleven store in Mumbai, the economic powerhouse of India. I would like to quote the 7-Eleven CEO, Mr. Joe D. Pinto. He said, India is the second largest country in the world and one of the fastest growing companies. It is an ideal time for the largest convenience retailer in the world to make our entry into India. Now, with the spread of 7-Eleven stores across the country, it will give greater convenience to Japanese and other foreign people who are more familiar with this kind of shopping. Thank you.
このセブンイレブンなんですが、10月の9日、インド最大の都市、そして経済都市でもあるムンバイに、インドで初めてのセブンイレブンの店舗がオープンいたしました。そしてここのCEO であるジョー・デ・ピントさんはこのように述べてるんですけれども、インドは世界で2番目に大きな国、そして最も急速に経済成長をしている国の一つ。世界最大のコンビニエンスストアであるこのセブンイレブンがインドに進出するのには非常に理想的な時期である。でこういった形でですね、リライアンスリテール社との戦略的な提携を通じて、このような便利な商品、サービスといったものをムンバイを皮切りに何百万人もの消費者に提供したいというふうに述べていらっしゃいます。Some of the recent investments made by Japanese companies during COVID or post-COVID times, just to list a few, for example, Mitsui & Company, they have invested with Punjab Renewable Energy Systems. Dysel Corporation will be setting up an airbag inflator manufacturing plant. Square Enix, a Japanese gaming company, has partnered with Indian company to launch a new version of a very successful game, Ludo. Uniqlo, the Japanese apparel giant, has launched an online store, also a physical store, recently in India. Thank you. はい、この新型コロナ感染蔓延、そういった状況にありながらも、この前後にですね、日本の企業が行った投資なんですけれども、いくつかご紹介させていただきたいと思います。まず、この三井物産株式会社、パンジャーブリニューアブルエナジーシステムへの投資、ダイセル株式会社、エアバッグインフレーターの製造工場を設立する予定です。そしてスクエア・エニックス、日本のゲーム会社ですけれども、インドの会社と提携し、大成功を収めたゲーム、このルドの新バージョンを発売しております。でユニクロなんですが、オンラインストアを開設、そしてインドにも新しい店舗をオープンしています。If we see the future projections, it is projected that India will surpass Japan's GDP by the year 2031. And USA by the year 2040 to become the second largest economy in terms of purchasing power parity. India will turn to an upper middle economy from a lower middle economy over the next decade, creating a multifold opportunities as one of the largest consumption-based market. In the end, I would like to summarize, given the economic recovery and the growth projections, demographic dividend of young population, one of the biggest consumer markets, government's focus and action in space of liberal FDI policies and incentives, regular improvement in ease of doing business, India has a very strong and positive growth outlook for long term. And it is believed to be the golden decade for India. Thank you. インドなんですけれども、この経済の将来の成長予測ということで、すでに第5位の経済大国なんですけれども、2031年には日本の GDP を超えると予測されております。そしてまた2040年には米国を抜いて購買力陛下、この PPP ベースで第2位の経済大国になるとも言われています。インドでは今後10年間で低中所得層から高中所得層へと移行。そして最大の消費市場の一つでありまして、いろいろなチャンスが生まれてくるでしょう。でこういった魅力があるということから世界の投資家はインドを第3位に位置づけているという情報もあります。これまでの発表をまとめてみますと、まず景気回復と成長予測があること、そして最大の消費市場の一つとしての若年層の人口ボーナス、これに注目ですね。そしてFDI 政策としてインドの方でもかなり投資家を優遇する政策があるということです。その他、この Ease of Doing Business、ビジネスのしやすさ、これをますますも改善するために、インドでは必ずポジティブな経済成長をしたいという目的のもとに、インド政府としてもかなり力を入れておりますので、これからはこの10年ですね、インドにとって黄金の10年と言われるというふうに結論をつけたいと思います。ありがとうございます。So I would like to thank everybody for being so patient and listening to me. I would be happy to take questions after Ruchika-san's presentation. So I would like to hand over the mic to Ruchika-san to enlighten us with her knowledge. Thank you.
ご質問に関してではですね、この、私の発表の後にルチカ・バガットの方から発表が継続して行われますので、その後にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。Ruchika, will you kindly start your presentation? Yes. First of all, thank you, Ritesh. Thanks a lot for sharing knowledgeable insight on the Indian economy. So good afternoon, everyone, and welcome to all of you. My name is Ruchika Bhagat, and I'm new CEO of Neeraj Bhagat and Company Chartered Accountant. I'm FCA and Managing Director of NBC Advisors Private Limited, Neeraj Bhagat and Company, and PK Chopra and Company. Our offices are located in Delhi, Mumbai, Gurgaon, and Chennai. And we have over 100 employees here in our office. They're all financial specialists, very talented, honest, and sometimes humorous also. They're all willing to help me. Our company has more than 22 years of experience and knowledge in helping foreign companies from USA, Japan, UK, Italy, China, Korea, Israel, so that they can do business here in India. Please feel free to contact us if you have any problems in India, not with regard to only accounting purpose, but also about how to handle Indian subsidiaries, expatriates, how to get along with Indians, Indian compliances, and legal advice. We believe that we can contribute to the growth and profitability of your business here in India. Thank you. はい、日本の皆様、こんにちは。私はニーラジバガット特許会計実施事務所の新 CEO に就任いたしましたルチカ・バガットです。私は FCA でありまして、NBC Advisors Private Limited、ニーラジバガット&カンパニー、PK チョプラ&カンパニー、この3つの会社のマネージングダイレクターです。私たちの事務所はデリー、ムンバイ、グルガオンに所在いたしまして、スタッフは約100名以上所属しております。私たちは彼らと一緒に仕事をしているわけですが、彼らは金融のスペシャリストでありまして、非常に優秀で、真面目で、時にはユーモアも見せるんですけれども、いつも私を助けてくれています。で、この私たちの会社なんですが、アメリカ、日本、イギリス、イタリア、韓国、中国、イスラエルといった外国企業とのインドビジネスに対してもお付き合いがありまして、22年以上の豊富な経験、そして知識を持っています。もちろん会計のことばかりではなく、どうやったらこのインドの子会社を扱うことができるのか、この駐在員をどうすればいいのか、インド人とどうやって付き合ったらいいのか、インドにおけるこのコンプライアンス、いろいろありますけれどもね、そういったものをどうすればいいのか、また法律についての相談、そういったことにつきましても、お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。御社のこのインドビジネスの成長と収益が上がりますように、私たちの方から心を込めて貢献させていただきたいと思います。So the question arises, how we can help you? So let me clarify here. We at Neeraj Bhagat and Company and PK Chopra and Company, by making use of best talent and in-depth knowledge, can help you in boosting your profit margins and profitability and business goals here in India. Our assistance during planning phase can help you to move your plans in the best possible manner. If you can see on your side, you can see we have distributed our services into 3 categories. First, pre-incorporation services. Here, let me to tell you that pre-incorporation services include a blueprint of the company and future prospects of your company. Here, we help you in doing location analysis, market industrial insight, legal insight, and work structure. Once you have thought of the pre-incorporation services, you have thought of the organizational structure that you want to set up here in India, we move to the next step, that is company formation. Here, we incorporate your company in a legal way in India. Once your company is incorporated in India,
you need to follow a recurring legal steps in India. For example, maintaining books of accounts. We help you in maintaining books of accounts. Then taxation part. Here we help you doing your taxation part, whether it is direct tax or indirect tax. It be GST, TDS filing, your ROC filing, income tax filing. Then we also provide you support for payroll accounting. We also help you in organizational development, then compliance support services, and most importantly, we help you in doing transfer pricing. Thank you. はい、ですね、私たちの会社の方ではですね、NBC、この PKC、こういった形で、2社がですね、特にこの日本の会社の皆様に対してどのようなサポートをできるかということをご説明させていただきたいと思います。ここにありますように3段階にあるんですけれども、まず最初、この会社設立前のサービス、ロケーション分析、市場産業に対する、洞察ですね。どういったものかというものを、皆さんとシェアさせていただきます。そして、法的なこの、いろいろこう準備事項なり、将来に備えてのこうなんていうんですかね、知識というか、そういうものはあるんですけれども、そのリーガルインサイトをシェアすること。そして実際にこの事業を進めていくときに、どのような形で進めていくべきかということについてもお話ししたいと思います。で、次の段階なんですが、実際にこの会社を設立する際に、このお客様のビジネスをこのインドの法律に沿っていかに法的に準拠させた形で進めることができるのかということについて支援させていただきます。第3段階目なんですが、法人設立のサービスなんですが、実際にこの会計帳簿を作成する、そういった税務サービス、その他のペイロールサービス、組織開発、コンプライアンス支援サービス、移転価格税制などなど、もちろん直接税、間接税とか、そういったことも入ってくるんですけれども、そういったものを私たちの方から支援させていただきたいと思います。Now, let's discuss about the plan of action. As we all know, India is emerging as one of the world's fastest growing economies. So I think this is high time one should invest here in India. If you see, India's real GDP record is 11% and nominal GDP is 15.4%. This GDP is highest since independence. We here at NBC and PKC not only help you in company formation, but we also prepare a perfect blueprint of your company's account, make your financial predictions, estimate your results about your financial actions, and do tax-related matters. We also serve a expert rounded-out development regarding the formation of documents like certificate of commencement, certificate of incorporation. We provide expert report regarding your DSC, your DIN number, your memorandum of association, article of association, your PAN number, TAN number, and we also help in opening a bank account here in India. We also do compliances with FDI policy of the central government and compliances with rule and regulations of RBI, SEBI, FEMA. Above all, we also help you in selecting the best possible location for your business, and we also help you in obtaining license for conducting your business here in India. We do registration part in India for legal services like labor and employment law, corporate law, taxation law. Thank you. はい。実際にどういった形でサポートをするかということなんですけれども、インドで会社を始めるにあたりまして、いろいろな書類作業が必要になる、会計事項が必要になるということで、このような説明をさせていただきたいと思います。まず、この専門的なサポートとしてですね、まず、最初にあるのが COI、事業開始証明書。次にですね、この、法人設立証明書というものがあるんですが、これをデジタルで、これを作成いたしまして、デジタルで証明するということですね。で、次なんですけれども、この、デジタルシグナチャーサーティフィケート、DSC ということで、デジタル署名証明書、DIN、取締役識別番号、MOA、覚書、AOA、定款、
永久口座番号、パンナンバーというふうに言いますけれども、その他、単ナンバーですね、この税控除、申請番号、銀行口座などといったものをですね、専門的にこちらの方からサポートさせていただきたいと思います。そしてまた、インド中央政府の直接投資ポリシーへの、外国直接投資のポリシーへの対応も行っております。他には、インド準備銀行法、SEBI 法、FEMA 法などの、規則や規定の遵守、こういったものもサポートさせていただいております。そしてですね、いろいろこの日本の企業の方々が実際にこのインドに進出するにおいて、土地問題なんかでね、かなり計画が遅延する状況もあるかと思うんですけれども、土地のコストなり、産業上におけるさまざまなインセンティブ、経済的に利用ができるような労働力といったものをパラメータを考慮しまして、この、ご提案される事業活動に最も適した場所を選択するという、そういったご支援もさせていただいております。そしてインドでビジネスを行うにあたってさまざまなライセンスを取得しなければならないわけですけれども、そちらでもサポートをしております。その他、労働法、雇用法、会社法、税法などといったさまざまな法律に対する法的サービスについても、登録なり何なりさせていただいております。There are various forms of organizations through which you can operate business here in India, such as LLP, private companies, public limited companies, be it a wholly owned company or joint venture, then venture capital funds, Indian venture capital undertakings, one-person company, partnership firm, proprietary concerns, branch office, liaison office. So you see, there are so many sort of organizations through which you can operate or you can do business here in India. Thank you. はい。組織形態につきましては、ここに示されておりますように、LLP からプライベートカンパニー、たくさんあるわけなんですけれども、この公開有限会社、全株式非保有会社、あるいはジョイントベンチャー、ベンチャーキャピタルファンド、インドのベンチャーキャピタル企業、一人会社、個人でやってる会社ですね。それからパートナーシップ企業、持ち分支店などなど、駐在員がいるオフィスとか、そういった形があるんですけれども、どちらの形態においても支援させていただきます。As I have discussed earlier also, our services are not only restricted to company formation, but we provide you various other services just under one umbrella. Like we provide services for pre-incorporation. As I have told earlier also, pre-incorporation stage is a stage where we form an idea of getting a business structure, how you can do a business here in India. So we can do advisory services on FDI, Foreign Exchange Management Act, and RBI. Under this service, we can also obtain a regular approval from the required authorities for setting up your units in special economic zones, software technological park, and hardware technological park. Apart from this, we also do location study for you. Location study includes doing a survey with regard to geographical, political, economic parameters. It also includes fiscal incentives, rebates, and tax concession knowledge with regard to the area or the location where you want to set up a factory or your organizational structure here in India. Thank you. はい、それでですね、会社設立前のサービスからロケーション分析のところを見てみたいと思うんですが、実際に外国直接投資、外国為替管理法、そういったものに対する支援ですね。インド準備銀行などに関する、アドバイザリーサービスを提供しております。そして、経済特区、ソフトウェアテクノロジーパーク、そして電子ハードウェア技術パークといった、そういう公的な土地を利用したユニット設立のための関係規制当局からの承認の取得、そういったものもサポートしております。また、地理的にも、政治的にも経済的にもいろいろなパラメータがあると思うんですけれども、これを特にですね、財政的なインセンティブ、リベート、
税制上の優遇措置といった形で、明確な多面的な視点から、このインドの各州における、相対的な優位性を評価しております。こういった形でロケーションスタディを行いますので、御社の何ですかね、事業に一番適した形の提案ができると思っています。When I'm talking about the services that we are providing to you, our services also include market industrial insight. Under this service, we provide you a survey with regard to the key market players, market size and demand forecast, value chain analysis, customer need and behavior survey, and there are a lot more endless lists that the services we provide you under this head. Apart from this, we also help you in work structure. Work structure includes organizational structure that I have already discussed with you, the sort of organization that you can set up here in India. Then your recruitment include HR services that will provide you for your hiring and making your handbook. Then trainings, it includes post training. So let me emphasize here in India, post training is very much important for all those companies who are being incorporated here in India. Thank you. はい。実際には会社を設立するにあたって、その事業分野におけるどういった状況かというものをですね、お客様とシェアさせていただいております。まずは主なこの市場に参加しているのは誰なのかという、どういった会社かということですね。そしてその市場規模と需要の予測、バリューチェーンの分析、顧客ニーズ、行動調査、そういったものもやっています。その他に、他の会社のプロファイルチャンネル分析というのもやっておりますし、リスク分析もやっております。そして、インドですので、規制の話がなかなか足を引っ張るのではないかというふうに懸念されている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そういった規制環境のマッピング、そしてコンプライアンスについてのサポートもしております。で、実際にインドにいらっしゃるにあたって、どういったことが妨げになるというふうなファクターになりうるかという、そういったものについてもですね、分析しております。で、実際にコスト面からなんていうんですかね、その参入について、インド参入にあたる分析もしています。その他、どのようにしたら企業が、会社が伸びるのかというファクターですね、ファクターを特定するということもしています。販売流通チャンネルなり、そのギャップですね、販売とその分配、そういったもののチャンネルのギャップについても分析しています。そして、商用及び価格設定モデルということもやっておりますし、スポット分析、コアコンピテンス、そういったものを特定することもやっております。こういった形で幅広く、包括的な視点を持って、御社のインド参入を支援させていただきたいと思います。そして組織の体制なんですけれども、実際に仕事をするにあたってどのような人材が必要かということ、そして雇用した人材に対する研修をどのように実施するかということに関してもサポートをさせていただいております。はい。Many of you must be having this question in mind, how you can form a company here in India without directors being present physically here in India. So let me tell you, you being just sitting there in Japan, you can still form a company here in India without being physically present in India or without being entering into Indian geographical regions. Just sitting there digitally, you can form a company here in India. Yes, just you have to do is you have to give us one name. Once this name is approved, we'll be needing some personal information from your side, for example, your passport, your latest month additional address, your utility bill, etc. Then after accumulating all these documents, we'll be drafting your MOA, and we'll be sending all these documents back to you to get them apostilled from your Secretary of State. Once these documents are apostilled, we have to fill certain more forms, and we'll be submitting all these documents to ROC of India. ROC of India, once checking the authenticity of the documents,
simply incorporate a company. So if you see, this is such a hassle-free procedure to incorporate a company here in India, just within the time frame of 1 week. That is within 7 days, you can incorporate a company here in India. Thank you. はい。ですね、この会社の設立のためにインドに行く必要はありませんという形で、このプロセスを説明させていただきましたが、まずですね、この、実際にこの法的な手続きを行って、企業省が、定めたコンプライアンスを満たす、そういったステップとして名前の承認があります。そしてその次はですね、発起人その他の個人情報の提出。そして MOA と AOA を作成。それが、その後ですね、アポスティーユされ、そして ROC に記入され、すでにこのレジストラから承認ということがありますけれども、だいたい1週間ぐらいしてから、法人設立証明書を発行することができます。Now, I can share you some more interesting facts so that why you should enter Indian market. First, if you see on the screen, digitalization. India is getting digitalized. So throughout the process of incorporation and bank accounting opening process, there is no need for any foreign expatriate to be physically present here in India. Everything can be handled remotely without any hassles. Moreover, if you see, India has a population of 1.3 billion, which means more consumer market, that is more consumers to buy a product. Then we have 500 billion internet users here in India. In fact, India is at number 1 when it comes to the IT BPN services sourcing market. We have 13,000 plus startups registered with Startup India, that is Make in India. And last but not the least, in India, more than 18 unicorn startups have over 60 billion valuation. Thank you. はい。インド市場へ進出するのはなぜかってことなんですけれども、何度か繰り返しを申し上げておりますが、まずデジタル化ですね。デジタル化が進んでいることによって、実際にこのインドに足を運ばなくても会社を設立することができる、そういう事情があります。1.3 億人じゃなくて13億人ですね。13億人の人口がいること。そして5億人のインターネットユーザーがいること。すごい数です。で、インターネット普及率は 41.6%。そしてですね、ナンバーワンの IT、BPM サービスソーシング市場があるということ。スタートアップインディアに登録されているのは1万3000社以上の会社があるということ。そして企業評価額600億ドル以上のユニコーン、スタートアップ企業が18社もあるということですね。While we are talking about this current statistics, so I want to discuss for almost last 1400 years, India and Japan have enjoyed a close civilizational link. Today, the two countries' cooperation span a wide variety of issues from economic diplomacy to shared military and security values. In fact, if you see on the slide, the southern Indian state Karnataka alone has over 500 Japanese operating companies with establishment of Toyota, Honda, Hitachi, and many more. The state capital Bangalore attracts more than 1,800 Japanese business tourists monthly. If you see, Maharashtra has over 800 establishments, followed by Tamil Nadu, 600, then Chennai, boasting the largest Japanese community here in India. In fact, if you see, the Chennai hosts 1/3 of Japanese companies here in India. In fact, even Gujarat is also running parallelly to these states and is growing as Japanese expatriate hub. Overall, if you see, the Western state is the most favored investment destination for these Japanese companies. Thank you. はい、ですね、現在の統計データということで、全インドにおける日系企業者数合計は1455社と、2019年では、1454社ということなんですが、日本とインドというのは皆様ご存知かと思うんですけれども、およそ1400年前から文明的に密接な関係を築いてきております。
こういった両国の協力関係ですね。経済外交から軍事安全保障上の価値観を共有する、そういったことに至るまで多岐にわたっています。インド南部のカルナタカ州では500社以上の日本企業が進出しております。でこの州都のベンガルールにはトヨタ、ホンダ、日立などの日系企業が進出しております。毎月1800人以上の日本人ビジネスマンが訪れる場所となっております。それでマハラーシュトラ州では800社以上、タミルナド州では600社以上、でチェン内ではですね、インド最大の日系社会を誇っておりまして、日系企業の3分の1が進出しています。これに並行いたしまして、グジャラート州、スズキ自動車が進出しているグジャラート州ですけれども、日本駐在の拠点としてどんどん伸びてきているところです。来年は2022年1月にバイブラントグジャラートもあると、グジャラート州政府が発表しておりまして、明日が、ロードショーがありますので、これからどんどんグジャラートがまた注目されるのではないかなと思います。でこういったこの西部の州はですね、これから日本企業にとってますます好ましい投資先となると見られております。You can say India as a second home. That is, you will get Japanese food, you will get Japanese culture here in India. In fact, the Japanese industrial park, which have been developed specifically by the government, are to promote Japanese investments in India. And they also promote Japanese culture, Japanese food here in India. To list a few industrial parks, we have Nimrana Industrial Park in Rajasthan, then Mandal Industrial Park, which has companies like Toyota, Tushu, Plug and Play, Rental Factory. It is in Gujarat. Then we have Stupa Industrial Park in Maharashtra, then Tumkur in Karnataka, Sri City in Andhra Pradesh, One Hub Industrial Park in Tamil Nadu. I must say, this industrial park has companies like Ascendes, JGC, Mizhu. Then we have Gilhot Industrial Park in Rajasthan. Thank you. はい、こちらですね、インドにおける日本の工業団地ということで、さまざまな場所の紹介はちょっと省かせていただきますけれども、お時間の関係で、こちらにありますのは、ラージャスタン、ハリヤナ、ウッタラプラデシュ、アンダラプラデシュ、タミルナド、カラナタカ、マハラーシュラ、マディアプラデシュ、グジャラートですね。で私がいるのは、このグジャラートの方です。こういった形で、日本の社会ですね、日本の社会に対する、インド人の方たちの興味もだんだん増えてきておりますし、これから日本からの投資も期待するということで、ますますこの日本文化を知りたい、日本人を知りたいという動きがインドの中で強まってくるかと思われます。Let me emphasize here, Uttar Pradesh is nowadays getting more popularity as it is a new hub for Japanese industries. We can see on the slide Japanese participation in Uttar Pradesh Investment Summit 2018 as a partner country, contributing to promote Greater Noida as a site for Japanese investment destination. Similarly, JETRO and Invest India signed MOC to strengthen their investment proposal activities to encourage further Japanese investment in India in May 2018. Thank you. はい、こちらなんですが、ウッタルプデーシュの工業団地のいくつかの例なんですけれども、NEC の支援している DMICDC、LDB 事業ですね。それもありますし、他にはですね、2番目なんですが、プロモーション、推進活動として、ウッタルプデーシュ投資サミットにパートナー国として参加して、グレーターノイダを日本の投資拠点として推進するということを進めています。ジェトロおよびインベストインディアの方では日本からインドへの投資をさらに進めようということで、そういった活動を強化するための MOC を2018年の5月に締結しています。その他、メディですね、経済産業省と、ウッタルプデーシュ政府との政策協力も行われております。そういった形で産業インフラ、社会インフラをどんどん調べてより働く環境、ビジネス環境を作ろうという動きが出ています。To answer why you should choose us.
So let me tell you, we are pioneers when it comes to the foreign company registration, foreign company subsidiary incorporation, new business establishment in India, foreign company representative, pre-investment counseling, comprehensive designing, contract preparation, and project supervisions. We also act as foreign entity representative here in India. In fact, we offer all these services that I have mentioned just now, and our solutions are prompt and transparent. Our hardworking and dedicated team is always there to help you out 24/7. Thank you. はい、それでですね、こちらの方ではですね、外国企業の登録、外国企業の子会社設立、インド新規事業の設立、外国企業の代理人として、投資前からカウンセリングを行っております。そして、事業そのものですね、そういったものを包括的に見直して契約書なりを作成し、そしてプロジェクトを一緒に見ていこうという形で頑張っております。そういった、外国企業のインドにおける代表者としても、私たちに信頼を置いている方たちが、その会社の方たちもたくさんいるということを強調したいと思います。でこういったすべてのプロジェクトについてコンサルティングサービスを提供しておりますし、とにかく私たちの、ソリューションですね、解決策はとにかく早く、透明性が高いものです。でこういった私たちのチームなんですけれども、今写真でご覧になられますように、すごく元気があって、献身的に働いてくれるスタッフなんですが、常に24時間体制で対応させていただいております。どうもありがとうございました。On the closing note, if you are thinking to expand your business presence here in India, our team is all geared up to provide you services in India. Thank you. はい、皆さんのインド進出を心よりご支援させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。If you have any questions or queries regarding setting up of your business here in India, please drop us a mail so that we can assist you further. Thank you. もしインドにですね、進出されたいとか、何かご質問があるということでありましたら、どうぞ、何でしたっけ、メールを送ってください。よろしくお願いいたします。セミナーの方ですね、これで終了させていただきます。一つですね、会場の方から、質問をいただいてまして、こちらの質問ですね。こちら、チャットの。新農民法をモディさんが引き下げました。でそのためにですね、これは選挙のためだと言われていますけども、ごねれば意見が通るということで、例えば新幹線なんかですね、5年間遅れていると。これによってですね、土地の取得がですね、ますます困難になるのではないかと、こういうご質問なんですけども、トモさん、ちょっとすみません、通訳してお伝え。New farm law, finally Modi government has compromised. So it is considered to be the part of strategy to be able to address to the people in terms of, how should I say, in consideration of coming elections. So it means that if you persist to insist that, okay, whatever is your opinion is right, so it is true that the similar kind of thing has happened for the project of Shinkansen. And it's already said that we have already delayed for about 5 years. Don't you think that it will be difficult for us, Japanese companies, those Japanese entities, foreign entities, to acquire land? How do you think? Wouldn't it be more difficult in coming years? So I would like to answer this. See, we have to keep one thing in mind, that India is the world's largest democracy. And when you run such a huge company as a democracy, there are certain challenges which government has to take care of. So we understand this. If the government is taking 10 initiatives
out of which 1 or 2 might not be executed as planned, and government might have to change their tracks. So that is what happened in agricultural farm laws. Also, coming to Shinkansen, the bullet train project, again, because of the democracy, because of the farmers' protest, there was some delay in land acquisition. That is understandable. But the government is still persistent. And recently, the government may have increased the timeline, but the project is still on. And while coming to land acquisition, see, our view is currently the state governments are offering a lot of land and incentives for manufacturers. So if anyone is interested, so this is a very good time to take advantage of that. They get in touch with the central government, or we can also get them in touch with the state governments, and we can negotiate on their behalf. And the things are not like as it used to be before, and things are definitely changing. Thank you. はい、ですね、インド、リテイさんの答えではですね、インドというのは基本的に民主主義国であるので、遅延していると言っても継続はしております。事業は継続しております。したがって、これからの投資に関してではですね、州政府あるいは中央政府の方からどういった形の土地が提供されているのか、これがまず一つ。で、2番目なんですけれども、どういった形のインセンティブが提供されているのか、これが2つ目。そして3番目なんですけれども、特に製造業の方々に対する、そういった会社に対するインセンティブなり、優遇策というのは何かという、この3つに対して注目していく必要があるというふうにおっしゃってます。そしてこの3つについてのですね、注目をするということと同時に、中央政府および州政府と交渉をし続けていく、あるいはそのやり取りを絶え間なく続けていくということが求められると思います。で、それは必ずしも、土地取得などますます困難になるのではないでしょうかということに対する直接的な答えにはなっていないかもしれないんですけれども、そういった形でこれから政策が変わる可能性もかなり大きくなっておりますし、政府の方でもこの遅延というのはやっぱり認めてますので、それをこれからの日系の企業の方々がインドに進出する否定的な要因にならないように注意して交渉してくれると思いますので、彼自身としては明るい将来があるというふうにおっしゃっています。はい、以上です。次の質問ですね。この質問ですね、日系企業の数、インド進出している日系企業の数や、日本企業向けの、工業団地の、あるいはその地域別の数です。これは先ほどのですね、ルチカのプレゼンの方でカバーされておりますので、こちらの方で回答させていただきます。で、次の質問はですね、日本と、日中と比べてですね、食や文化や、慣習が異なる、日ですね。で、中国人は日本語たくさん喋りますけども、インド人は日本語あまり喋らないと。で、日本人は逆に、英語が苦手であるということで、そのビジネスチャンスはあるかもしれないんですけども、その相手先として、ビジネスの相手先としてですね、中国や他の国に比べてインドがいいのかというのが、本当に正解なんでしょうかと。で、特にそのコロナの前あたりからですね、インドの保護主義的なですね、政策というのですね、強くなっているということを懸念がありまして、足元を救われることがないだろうかと、そういう懸念なんですけども、はい。So, actually, Ritesh, Yes. there is a question. For example, Japan has, say, different kind of culture. Japan and India have different kind of culture. So it might be possible that it would be difficult for Japanese entities to come and invest in India. How would you say about that? So I would like to say a lot of things are changing now. As Ruchika also in her presentation have stated, a lot of Japanese dedicated industrial parks have been established. So there have been different communities of Japanese people and expats living in India, which help them, which give them more comfort of living in a different country. They can have their own culture. And these parks are having abundant of Japanese restaurants, hotels, facilities as per Japanese need.
And with the going time, even Japanese food is catching up with Indian people. Even Indians, they are fond of having sushis. So a lot of Japanese restaurants are coming up. And so many institutions and associations like Yokohama India Business Center, we conduct a lot of intercultural activities. So it is just a going passing phase. Over a period of time, the cultures will be mixed and there will be a lot of similarities. And both the countries will be able to gel together. Thank you. そうですね、これからはやっぱりだんだんこう日本食なりという、そういったものもどんどんこう手に入るようになりますし、とにかく英語というものがかなりインドでは使われているわけですけれども、そういったものもどんどんこうなんていうんですかね、インドと日本という、近づく、文化的に近づくというか、そういうことがありまして、だんだんこうビジネスをやりやすくなるのではないかなというふうに、彼はおっしゃってます。日本食っていうのはインドでなかなかこう手に入らないというイメージがあるんですけれども、実際にはこの日本食を扱っている業者さんっていうのもいますし、インド人っていうものもですね、都市部の方ではかなりこう日本食を食べるようになってきている、そういう例もあります。そしてインドでは英語も広く使っておりますし、だんだんこういったこう二国間の壁というものは低くなってくるのではないかというふうに彼は考えています。そういったことで文化的な融合というか、そういったことが両国間の距離を縮めるのではないかというふうにおっしゃってますけれども、私からちょっと一言言わせていただければ、それにはやはり実際にこの企業でインドでですね、交渉したりとか直接やり取りをしたり調査をしたりっていうことをしたいときに、やはりこの言葉の問題っていうのがかなり出てくると思っています。だからインドで日本語が話せる人がいればいいっていうことでですね、日本の政府の方でもかなりこう力を入れて日本語教育を進めていくということもありますので、まだまだ頑張らなければいけないところはあると思うんですけれども、だんだんこう状況は良くなっていくんではないかなというふうに思います。とにかく市場のサイズを見て、インドはこれからは無視できないという市場になるという点がありますので、その点を生かしてですね、なんとかこうそういったこのギャップというものはできるだけこうカバーできるような形で事業していかなければいけないのではないかなと思います。はい。次の質問ですね。インドの、事務所を持たずにいいビジネスをするチャンスについての質問、あるいはデジタル課税についての質問なんですけど、こちらの方ですね、ルチカの、プレゼンでカバーされていると思いますので、省略させていただきます。次にですね、米中の、経済戦争の影響で、インドで、半導体や LCD パネルの製造拠点の設立の話がありますと。これについて何か具体的な、情報をあれば教えてくださいと。あと、そのポストコロナでですね、今後、どういった、有望となる製造業があるのかということについてもお願いしますと。すみません。Either Ritesh or Ruchika, due to the economic war between the United States and China, we heard about the establishment of a semiconductor and LCD panel manufacturing base in India. So if you have any concrete information regarding about this aspect, and if so, what could be the promising manufacturing industries in post-COVID era? See, as per my presentation, I covered Samsung Electronics. They have already shifted their display manufacturing unit from China to India. It has already happened. And government's production-linked incentive schemes and Make in India initiative, it is giving a big boost to manufacturers to come and set up base in India. And with the recent semiconductor shortage globally, India is coming as the fast hub for manufacturing. So if you need more details on this, we will be happy to share a small report with you. If you can email us, we can have a detailed report based on this. そうですね、サムソンの例を挙げさせていただきましたけれども、実際にこう製造工場を中国からインドに移した例もありますので、とにかくこの、
メイキングインディアのイニシアティブとか、そういった PLI スキームなどもありますので、これについての、私たちのリポートもありますから、そちらを皆さんにもしご興味のある方がいらっしゃれば、こちらに連絡をしていただければ、シェアさせていただきたいと思います。次ですね。はい会社設立にどれぐらい時間かかるかという質問があるんですけども、これ、ルチカさんに対する質問ですね。To Ruchika, how much time it would take time? How much time will be required for establishing a company in India? Look, company formation takes around 7 to 10 business days once we have got the apostille documents from your side. Post that, once the company is formed, it takes hardly 15 days more for the bank account to be opened and the capital to be injected here. Now, once this bank account is open, now your capital has been injected, everything is on smooth scale. Now you can run a business here in India and your company is fully operative here in India. ですね、大体7日から10日、営業日7日から10日くらいで、登録はできるということですね。新規の会社の登録はできます。そして、銀行口座を開けて、で、実際にこの資本投入をして、それで、プラス15日ですね。この7日から10日、プラス15営業日ということで、会社を設立することができます。そして会社を運営することができます。次ですね、日本企業がですね、インドに会社を作った場合に、インド人のローカルの人を取締役にする必要がそもそもあるのかという質問と、あとその人がですね、組織内でどういった責任を持つのかと。で、もしこういったですね、日本から人を送るのが難しい状況で、インドで人が必要な場合にですね、こちらのニラジバガさんのところでは、こういった、ね、サービスを提供していただけるのかと、こういう質問がございます。So now the question is about HR. If Japanese expats are not possible to travel to India, for example, or live in India, would it be, I think a possibility could be to have Indian CEO who could be locally recruited. So do you think such recruitment, such kind of like a placement of the personnel would be needed or necessary? And if so, what kind of role is required? Role could be assigned to that person. And further question is it difficult to find such kind of personnel in India? And if it is so, or even if it is not so, would it be possible for you to help? Look, Indian government has a mandate to have one person residing here in India as a director in the company. The reason behind this is that the government wants to make sure that if the foreign company has anything unethical here, then they should have someone to get hold on it. That is why they need only one director here to be a resident of India. Rest being sitting there, you can have one director from Japanese, you don't have to come here to India to incorporate a company. That director will be just acting as a nominee director and will be given the powers as up to your totally your option. If you want to give him more powers, he'll have all those powers. If you want to minimize his powers, he'll work up to that powers only. Rest, we can help you in appointing this nominee director. And in case you want any director here in India, you're always there to contact us. We can help you out. See, I would like to add to what Ruchika has just said. See, it is always suggestible to have an Indian business leader over here, as there is a difference between the work culture in Japan and work culture in India. So having an Indian head will ease out the Japanese company's issue to handle day-to-day operations and to deal with other vendors, distributors. And if the company has proper internal control systems and checks in place, we will be there to support them, to coordinate with the Indian CEO. We can assist them in finding the person. Finding a person could be challenging. Finding the right person, in fact, could be challenging. But if we have proper filtration and interview process, it is not difficult to find. So we will be there to support them, and we can also help them in putting internal systems and checks in control. Thank you.
お二人のご意見なんですけれども、ご意見というか、最初にルチカさんがおっしゃったのは、ダイレクターですね、ダイレクターシップの話で、会社の、ダイレクターというのは、一人は現地の方ではなければいけないということで、そういったことで、その現地の方、現地のダイレクターを雇用するにあたって、どのような責任をどこまで与えるのかというのは、会社の裁量によりますので、もしそこについてご相談があれば、そういったことも相談には乗らせていただきます。そしてリテイさんの話なんですけれども、彼が言うには、インドの、なんていうんですかね、労働文化というか、そのお仕事文化、お仕事社会ですね。かなり日本とは違う、考え方がありますので、やはりそういったこのインド人、現地人を雇うということは大切なのではないかと。特にそのベンダーとか、ディストリビューターとどのようにコーディネートしていくかというところにおいて、やはりこのインド人の CEO というのは必要だろうというふうなご考えです。そしてですね、もしその、適当な人材が見つかりにくい、あるいはちょっと悩んでいるということがありましたら、ぜひ、ご相談いただければ、どのようにインタビューをするかとか、どういうふうに人を選ぶかということについても、ぜひサポートさせていただきたいと思います。質問ですね。今、ルチカさんの説明で、ニーライバガト事務所ですね、デリーと、グルガウンと、ムンバイに3カ所あるということなんですけども、進出する都市っていうのはインドもたくさんあるんですけども、このインド全土での、会社の設立、あるいはそのコンプライアンスのですね、ところですね、その、ニーライさんの事務所でサポートしていただけるんでしょうかと、こういう質問がございます。Will you repeat again? ごめんなさい、すいません。すいません。お願いして、ちょっと聞こえなかったです、ね。ごめんなさい。インドで、進出する先はですね、インド全都市、たくさんあるんですけども、ニーラジさんの事務所、デリーと、グルガオンと、ムンバイというところで、そういった、さっきのね、会社設立のサポートであるとか、あるいは、法令遵守、コンプライアンスマターとかですね。で、こういったことのサポートを、州によってね、これ違う法律があるんですけども、これを全部サポートしていただけるんでしょうかという、こういう質問です。Okay, to both of you, for the establishment of the company as well as the compliance of legal requirements in India, there are different kind of rules according to the state. So your offices are being located in Delhi, Gurgaon, Mumbai. And what about the other states? If you'd like to come to other states, would it be possible for you to support in other states also? So I would like to say we have associate offices all across India. We have a network of associate partners and can provide services all parts of India. So be it Bengaluru, be it Chennai. So everywhere we have our presence of associate partners. Through this network, we can serve all across India. Hi. Anything from Ruchika? Moreover, everything in India is getting digitalized. Every registration is getting online. So even if you are sitting in Delhi, still you can do incorporation of company there in Bengaluru or in Jammu Kashmir, anywhere you want to have. So we can do all registrations, all incorporations just sitting here in Delhi itself. Since everything is digitalized here in India nowadays. はい、お二人の、ご回答で、一つはですね、リテイさんのお話では各地にですね、この会社の、アソシエイトという、方々がいらっしゃいますので、その方を通じてすることもできますと。でそして、ルチカさんのお話ではですね、デリーにいてもですね、デジタル化が進んでおりますので、すべての手続きはデジタルでできるということですので、デリーから一括してやることも可能ですと。2つオプションがあります。はい、だいぶ過ぎてきましたね。最後の質問です。これ日本企業とですね、今までどういったお仕事されてきたんですかとか、そういう質問なんですけども。So what kind of experience you have with the Japanese companies so far? Ruchika, will you like to say? Yeah. Look, we are organizing seminars like this from long time now. And we have a good understanding of the Japanese work and culture here in India.
we honor Japanese value, and we have a clients from hospitality business, we have from medical equipment, we have from IT sector. In fact, in total, if you go by numbers, we have more than 350 companies, foreign companies whose subsidiaries we are incorporating here in India, all around the world, all around the globe. And mainly, majority of it belongs to Japan. ですね、ホスピタリティ産業、そして IT 産業、医療産業、この3つの産業の中で、だいたいこの350社ぐらい、外国の会社を扱っているわけですけれども、お客様として、その中の多くが日本の会社ですというふうにおっしゃっています。ありがとうございます。はい。はい、今日はこれでセミナーですね、終了させていただきます。参加者の皆様、今までお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。横浜インドセンターのですね、三上事務局長、木口さんですね、2人とも、ご協力いただきまして、はい、セミナー、無事に終了することができました。ここに、感謝してきます。で、あと、アンケートですね、お答えいただきまして、今後、私どもですね、参考させていきたいなと、はい、思いますので、アンケートを、ご記入いただければ幸いでございます。はい。それでは、今日のセミナー、これで、終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。